ドン。はい、地球どうも系南條です。とっくん、はい。この時間に早くもごめんよ。おはようございます。おはようございます。今何時ですか？今は3時半です。いいですね。新聞配達と同じぐらいの時間帯ですよ。さっきジュース買いに行ったら新聞配達のおじさんいたし今日読んだのは他でもないですね。実はですね、この動画放送される頃に、ちょうどホビーゾーンさんとのイベントが、終わっている頃になってしまうんですけども、ホビーゾーン浜田店さんと、今コラボを、開催中で、はい、ビルドバトルコンテストと言いまして、はい、で寿屋さんの製品を使って、コンテストをやってます。で、例えばその内容がですね、自分が強いと思う機体を作ると、ということで武器を3種類用意して、で自分で攻撃力とか防御力とかね、ああいうセッティングもしてで出すというコンテストをねやっております。で今回地球を頑張ってまして、コンテストにそもそも出す方が非常に少ないので、コンテスト出してみたいなという人には、地球堂の工作室を無料開放しまして、おお、すごい。塗料を自由に使っていいよと。すごくないですか？すごいでしょ。何来たと思う？何来たんですか？2人。結構良くない？でもいや、どうもいや前向きにね、前向きに。いや本当にやっぱちょっとね、コンテストっていうとちょっと敷居が高い感じがして出しにくいなっていう人がいるかなと思ったんで、そんなこともないよというので、やっております。で、肝心のね、僕が出さないのって話に今なってるわけで、この時間ですよ。と言いますと、締め切りがですね3月の1日まで。特に今日は3月の1日です。はい、イエーイ間に合うなというわけで、急遽ね、特訓を呼び出しまして、この模型を完成して、やっぱねちょっと自分がね開催してますんで出さなきゃいけんなと思って、はい、呼んだわけでございますよ。申し訳ないです本当にで、今回はですね、そのコンテストの宣伝もですけど、地域でこんなイベントやってますよっていうのとともに、このコンテストの出展を、せっかく今からウェザリングっていうのをねやってみようと思うので、でこのウェザリング動画って出したことないなと思ったので、それも一緒に、動画にしてもらって、で告知と、いろいろさせてもらえたらということでございます。はい、ということで今回はウェザリング編です。どうぞお楽しみに。はい、というわけでですね、今回ウェザリングをやっていきたいんですけども、ウェザリングっていうとなんか汚し塗装という、意味なんですけども、その汚し塗装の前にフィルタリングというのをもやってみたいと思います。フィルタリングっていうのが何かっていうと、今これってエアブラシで吹いただけの状態なので、割となんていうんですかね、なんかこの段差の部分が境界線がはっきりしてなかったりとか、なんかぼやけてたりするので、なんかほんとただ一色で塗っただけだから深みがないのよね、簡単に言うと。なんでそれをフィルタリングっていうので溝のところをより濃くしてみたいと思います。で、使う塗料なんですけど、クレオスさんのウェザリングカラーを使っていきたいと思います。このフィルタリキッドって書いてあるのが今言ったフィルタリングをするのに向いている塗料という感じです。でこれがですね、例えば緑とかバイオレットだったり、イエローだったりとか、でこれをちょっといろいろ使って、でなんかちょっと深みのある感じの、フィルタリングをしてみたいと、そういう話でございます。はい、じゃあね、やっていきますよ。最初、例えばこの太ももの違いでやっていこうかな。明るくなるところをこうやって白で点々点ってこうやって、だからこういうのドットフィルタリングっていうらしいけどね、こうやって光が多く当たるだろうなっていうところをこう点々点々点と、打っていきます。この時点で分かってもらえると思うんだけど、すげえ適当でしょなんかこの辺に光が当たるだろうなっていうこんなんでいいですよ。ちょっと今試しなんでね、
本当はもっと全体的にやるんですけど。で次が、どうしようかな。何色でもいい。本当に何色でもいいですよ。色いっぱい使えば使うほど深い感じになりますからね。こういう感じで。次はちょっと暗めの色で緑色にしようか。元が緑だからね。でこう影になりそうなところだからこういう部分ですよね。ラスト一番暗くなりそうなところにこう青色を打っていきます。こんな感じ。だからすごい遠くに見える花畑を適当に点打ったような感じ。わかる例え。わかるわかる。よかったよかった。こういうような感じで今なってます。本当はもっとね全体的にやるんですけど、今はちょっとこの太ももとの違いを見せるために、わざとに、こんな感じでちょっと片面だけやってます。だいたいこれ置く時間はそうだな、独特なテカリがなくなるぐらいまで置いとっても全然いいと思います。あんま早すぎると全部きれいに取れちゃうので、やっぱ少しは乾かした方がいいかなと思うんですけど、今回は割と乾燥時間短めでやってます。なんとなく乾いたかなってこう手で触ってね、いいかなぐらいな感じで、これを、今度はこのウェザリングカラー専用薄め液を筆に染み込ませて、でも拭き取っていく感じですね。こうやって上から下に向かってこうやって、であんまりジャバジャバにつけていくと本当に全部きれいに取れちゃうので、こうなんか残しながらこう引っ張る感じ。色をちょっとこう縦にこういう感じで伸ばしていく感じ。ちょっと点々が残ってもいいかなぐらいのほんと薄くがっつりと溶剤で落とそうとするんじゃなくて、なんかその斑点を若干残しつつ、ほらこんな感じかな。で例えばここにちょっとここら辺にもう少し白みが欲しいなとか、そういうのがあれば全然後からでもやってもらっていいんで、割ともうこんなんでいいような気が自分はしてるけど、もう少し例えばここの境界線もっとはっきりさせたいなと思ったら、ちょっとここら辺にさらに青入れて、緑入れてって暗い色ばっかりにしてで伸ばしていくと。でそうすると墨入れっていう方法があって、墨色っていうのは黒色とかネズミ色とか茶色とかの、割とそういう暗い色をここの溝にただこう流し込んでラインをきっちりする方法なんですけど、それよりかはより自然な境界線で、しかもこうエアブラシの一色ではなんか表せれないような複雑な、そうですね、なんか独特の深みが出てる感じですね。でこういう細かいことをすることでパッと模型の完成品見た時にこれどうやって作ってるんだろうっていうふうに思わせるというか、こんな色味自分には出せないしって思わせるっていうのが、狙いですよね。ただそれが敷居が高くて自分には無理だではなくて、こんなに簡単にやろうと思ったらできますよと、結構変わったんじゃないかなと思いますよ。そうですね、結構変わってますね。
ね、複雑な感じで、うん、しかも線を描くんじゃなしに本当にいろんな色を混ぜることでここの段差のこう境界線というかくっきりというか、うんうんうん、ここだとエアブラシなんで同じ色で吹いちゃってるんでなんだか遠くで見てもあんまりその境界線がはっきりしないんですけど、ここだともうねだいぶ青が入り込んでくれたんで、でなんかちょっと使い古した感というか、この武装でなんかもう 何回も戦争に行ってるような、感じが出てるんじゃないかな。ちょっとでも青が強いかもしれないですけどね、まあまあでもいいかな。でこれを全体的にやっていきます。だからこの肌の多分これ肌になるんだと思うんですけど、この紫色のところには、より赤系を入れてみたりとか、でいう感じで、あとはもうこの繰り返しですね。で今ここ一面でやってしまったんだけど本当はもう全体的にバーッとやって、で全体を一気に落とした方が余計いいですね。はい。じゃあちょっとそんな感じで、今度はもう全体を意識してやってみたいです。だからここから光が入るんだとかそういうなんかそのある一定の角度から光が入ってるのを意識して。すごいいい感じだ。実はさっきちょっと危なくて、むっちゃ眠たくなるとフリートークモードっていうねスイッチに入ってましてね、勝手に喋り始める。で大体すごい会話成立してるのに次の日になったら俺何喋ってたっけみたいな。今ちょっとそれになりかかってた。マジっすか。これね僕のね特技とは言っていいのか分かんないけど、酔っ払いのそれみたいな。そう酔っ払いのそれ。そうなんかねフリー会話モードに入る。すごいなんか便利な機能がある。そう全然寝ぼけてなくてマジでこの普通の喋ってるのと何も変わらぬトーンで喋ってて、で本人記憶全くない。あれはねいけない。もうなんかほんとパッとこう目覚めた時にやばいみたいな、俺何喋ってたっけみたいな。今ちょっとなりかかってた、危なかった。多分ね喋りながら言ってることと使ってる通りは若干違ってたんじゃないかぐらいまでなんかちょっと今さっき違和感があった。マジっすか。だからとっくん確認よろしくお願いします。これなんか変なこと言ってるかもしれない。やっぱなんかいろんな色乗っけるとね、ほんとただ単調に乗せてるよりもね、全然エアブラシだけでもいいんですけど、やっぱこうやってね、深みを出していったらいいんじゃないですかね。で、これで残していくのがほんとコツだと思う。だから全部拭き取ったら本当に面白くないというか。で、今、ドットフィルタリングっていうのをやってるんですけど、これって本当の油絵の部分は割とこう、溶剤に薄めずにそのままちょっと点々ってやっていくので、このクレオスさんってもうちょっとフィルタリング専用なんで、さっきも話したかもしれないですけど、ちょっとシャバシャバなので、だいぶ筆から水分取ってあげないとちょっとうまくいかないかな。ちょっとコツがいるって感じがしますね。おお、いい感じいい感じ。いや、ほんと何度も言ってますけど、見てもらって分かるように本当にね、筆が思うようにそれに付き合ってあげてるだけの塗装でこんなに表情が出るんだから面白いですよね。同系色でね、こうやって紫だからちょっと紫のフィルター、緑だったら緑のフィルターをすればいいと。だから黒とかネズミ色とか茶色のそのね影の付け方が本当にそうなのっていうことですよね。まあそれはもちろんいいんですけど、この感じがめっちゃいいな。わかります？こう伝わるかな。ただの紫じゃなくてなんかちょっとザラザラっとした感じの質感の中にちょっと青が入り込んでる影が、この辺りとかもすごいいいですよね。よし、完成としちゃいましょうか。いい感じ。これでビフォーとアフターの写真を特に用意してもらうので、これ見てもらったら結構いいと思いますよ。でも、見た感じでももう雰囲気変わってますね。いいよね。これだけでお手軽に、なんか複雑な色味が出てる感じがして、でしかもなんか影の部分とかもすごいはっきりしたので、この腕なんかがね、最初多分こんなに筋肉の線が
あったかしらっていうぐらいねくっきりと浮き上がってます、なかなかいいんじゃないですか。はい、ではですね、次なんですけども、フィルタリングが終わったのでウェザリングといきたいと思います。ウェザリングっていうのはちょっとここを古びた感じにするというようなイメージでいいです。これをちょっとこう使い古した感じに汚しをしていきたいと思います。で今回用意したのが、黄サビ赤サビススと。でこれがおそらく鎧なので、そこら辺のちょっと端っこあたりがちょっと錆びてるような、感じにしてみたいと思います。でススなんかはちょっとところどころに黒いところを入れればいいのかなという感じ。だからススと言って使うよりはどっちかっていうと影にしていくようなのもちょっと期待しつつ、でテクスチャーが入ってるのでその効果も狙いつつというような感じになってます。で黄サビ赤サビもちょっと僕は使ったことがないので、おそらく赤サビが一番濃いとこで周りのなんかちょっとこう液漏れしたようなところが黄サビになるんじゃないかなと思うので、ちょっと実際に塗ってみましょう。でエナメル塗料はこれはもう僕の好みなんですけど、かなりシャバシャバにします。もうこれぐらいでいい。で本当はサビなんかを表現しようと思った時はなんて言ったらいいんですかね、なんかちょっとこのパーツに実際傷つけてみたりとか、なんかそういうことはした方がいいんですけど、今回は本当ちょっとそこまではせずに、もっと楽にこのパーツをなんか刃物とかで傷つけるんではなくて、書き込んでそういう風に見えるようにしたいと思います。だからこの縁あたりをね、エナメル塗料のこのウェザリングの特徴なんですけど、フィルタリングはその塗りっぱなしだったと思うんですけど、エナメルはどちらかというと拭き取る前提です。なので例えば綿棒とかでこう縦にちょっとシンナーつけた薄め液つけてあげて、こう縦にこうやって伸ばしてあげたりします。こうやってこう筆でも全然いいんですけどね、筆でちょっと溶剤つけて縦に伸ばしてあげる、こういった感じで。今分かります？ここのちょっとサビ色が入ったのが。ちょっと模型が小さいからちょっと何ともなんですけど、例えばこうちょっとこう点々でこうやって線をこうやっていっぱい書き込んであげて、縦線にこうやっていっぱいこうやって書き込んであげて、薄め液でこうやって縦にこうやって伸ばしながらこうやってぼかしていく。するとなんかとっても自然に汚れた感じになっていく。やっぱりいいね、これなんかテクスチャーが入ってるのが分かるかな。ちょっとザラッと表面がするからすごい自然。で今回はそうだ、これを言うの忘れたけど、ウェザリングとかフィルタリングする前に一旦艶消し塗料でこれ吹いてます。艶消し塗料は一回動画で話したことあるんですけど、ちょっと粒が大きいのが表面につくことでザラザラになることで艶が消えるのね。だからザラザラってことはその描きやすくなる、表面がツルツルよりも筆がやっぱり思うように動いてくれるので、ザラザラにして色を引っ掛けやすいようにしてます。こういう感じ。どうですか？こうなんか一見書き込んでもったいないって思うかもしれないですけど、これをこう薄め液で溶かすことでここどうやってこの色を再現したのっていうぐらい複雑な色がしっかりと出てきてます。
赤サビ黄サビもなんかテクスチャーが入ってますね。面白い面白い。なんかつぶつぶがいっぱい出てきた。こういうところはね、やっぱこう雨だれとかしやすいから、こうやって書き込んであげるの、こうやって。いやいやいや、いいんじゃないですか。ほら、すげえなんか汚れてきた。だいぶ胸当てのところなんか雰囲気出てる。いや、出てますね、かなり。思います。で、あとは、銀色をちょこちょこっとこう入れて終わりでいいんじゃないですかね。例えばこういうとことか。さりげなくこう金属感をね。こんな感じじゃないですかね。サビと銀ちょろが、銀がちょろっと剥げてるのがちょっと混ざってね。でこの辺りなんかからちょっと錆びてきてるとかって再現していいと思いますよ。いや、いいですね、本当。最後緊張をちょっと入れるとだいぶ一気にこうあれですね。そうそうそう。で塗装っていうのいいところは本当何回でもやり直せるので、気に入らなかったらもう一回一から書き直して。準備いたしました。はい、いいんじゃないですか。これで完成でお、いいと思います。だいぶ雰囲気が出ちゃうんじゃないかなと思いますよ。じゃあですね、今回はウェザリング編なので、これぐらいにしたいんですけども、実際コンテストに出すにはまだまだこの子やり足りないところがいっぱいありますんでね。いやー、間に合うかね、ドッくん。
あともうちょっとですね。もうちょっとですね。うんなんでこれ完全に完成したものは、あと Twitter とかね Facebook とかで上げさせてもらえたらと思いますし、あと実際にホビーゾーンの浜田店に来てもらえたら、この先はどうなったかっていうのも見てもらえるので、そこも楽しみにしてもらえたらと思います。はい、それでは今回こんな感じにして、この動画が終わったら一生懸命最後まで頑張りたいと思います。今回はウェザリング編でした。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。